黒ずきんの目次へようこそ。突然ですが皆さん、黒ずきんの目次ではおなじみのゴーストリックですが、その対となるテーマをご存知でしょうか。マドルチェ。ゴーストリックより1年早く生まれた彼らは、8期の始まりを飾ったテーマで、その低い頭身、ファンシーなタッチはどこかゴーストリックと似たものを感じさせます。同じイラストレーターさんがデザインしたのでしょうか。代表カードであるお姫様のマドルチェプリンセスのほか、女王のクイーンマドルチェティアラミス、執事のマドルチェバトラスク、騎士のマドルチェシューバリエなど、彼らはお菓子の王国で暮らすモンスターたちで、その名前はいずれもスイーツプラスお城での役割、もしくは動物の鳴き声を掛け合わせたものとなっています。また各モンスターのイラストの足元には、このモンスターを表すお菓子でできたパズルのピースを確認でき、より世界観を彩っています。マドルチェの由来はマジックプラスドルチェ。ドルチェとはイタリア語で甘い、優しい、柔らかいなどを意味するもので、他にもデザート自体を指したりする場合もあるそうです。クォーターセンチュリークロニクルサイドプライドで再録が来た今、そんなマドルチェについて改めて徹底解剖していこうと思います。ゴーストリック同様数回にわたってお題別に分かりやすく解説していくので、これから触るよという方もガチ勢の方もマドルチェの世界を覗いていってね。今回はマドルチェというテーマの解説やカード紹介、最後には順構築を紹介し、次回以降相性のいい出張テーマとの混合構築についてお話しします。目次です。6章立てにてお送りします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章マドルチェとは。早速マドルチェがどんなテーマなのかを見ていきましょう。マドルチェモンスターはすべて地属性で統一されています。種族はバラバラ。属性が統一されていて、種族がバラバラな点もゴーストリックと似ていますね。この中で人間型のレベル4モンスターと獣型のレベル3モンスターが存在し、人間型のレベル4モンスターは戦士族、天使族、魔法使い族、獣型のレベルモンスターは獣族が属します。ではこのマドルチェデッキ、一体何をするデッキなのでしょうか。マドルチェでできることやその特徴についてざっとまとめてみました。マドルチェの魅力、一つはその豊富な一枚書道。マドルチェモンスターのリクルート効果を持つマドルチェエンジェリー、マドルチェプティンセスール、マドルチェホットケーキはいずれも一枚書道で、これら1枚からこれから紹介する4つのことができます。彼らをサーチできるマドルチェマジョレーヌや苗とか墨の春化粧も含めれば書道はより万全です。マドルチェといえばやはり手札誘発の使い回しでしょう。高速化が進む昨今の遊戯王において、高校で一定の勝率を維持するためにも手札誘発が必須であることは周知の事実。その一方で先行における妨害の質はお世辞にも高いとは言えず、使い切り前提のため、せっかく先行を取ったにもかかわらず、手札が誘発だらけで自利品になって負けという光景も日常茶飯事です。しかしマドルチェはなんとこの手札誘発を、正確にはモンスターであれば何でも回収して使い回すことができてしまいます。これにより一度展開が通りさえすれば、息切れを起こすことはまずありません。手札誘発に関して言うと、特に名称値のないエフェクトベーラーや DD クロー、天使属版サイフレームギアガンマともいえるバーミリオンデクレアラーが猛威を振るうことは言うまでもないでしょう。マドルチェのテーマ内妨害としては、マドルチェプロムナードというモンスターの他に魔法罠も対象に取れるようになった無限包容が存在しますが、基本的にはこの一妨害のみのため、そういった点でも手札誘発との共存は必須です。ティーチャーマドルチェグラスフレの効果により、ほぼフリーチェーンのような形でお互いの墓地のカードを合計2枚までデッキに戻すことができます。この効果の発動時にマドルチェシャトーがあれば、モンスター限定でその対象を手札に加えることができるため、手札誘発も回収できるというわけです。先ほど一妨害と言いましたが、墓地を多用するデッキに対しては少しばかり強く出れるのもマドルチェの特徴です。妨害の数こそ少ないマドルチェではありますが、
場持ちの良さ、元い盤面強度はピカイチです。メインモンスターの共通効果として、破壊時にデッキに戻る効果があり、先ほど紹介したマドルチェシャトーがあれば、手札に回収することもできます。それがトリガーとなって、マドルチェサロンやマドルチェチケットなどの永続魔法でアドバンテージを稼ぐこともできるため、相手視点破壊によって盤面を突破するメリットがまるでありません。加えてフレッシュマドルチェシスタルトは、これらマドルチェ魔法罠に破壊耐性と対象耐性を付与できるため、ほぼ全てのマドルチェカードに破壊耐性が備わっているような状態なのです。展開力の高いマドルチェはこれらカードを一気に盤面に並べることができるため、波のデッキが盤面を崩すことは容易ではないのです。一方、アーゼウスのような破壊以外の全体除去にはめっぽう弱いため、ファストカウンターの見極めは寛容です。マドルチェは平和を愛する心優しきスイーツモンスターとは名ばかりのワンキル脳筋デッキでもあります。女王のクイーンマドルチェティアラミスは相手のカードを2枚選んでデッキに戻すという最高峰の除去性能を持っており、しかもさすが8期テーマ、この効果には名称1がありません。豊富な1枚書道からティアラミス2体を展開して相手のカードを4枚バウンス、そしてそのまま8000を超える打点を出力できる恐ろしいテーマです。さて、以上がマドルチェの強みとなりますが、このマドルチェというテーマ、現代遊戯王において致命的な弱点を抱えています。マドルチェの長所短所を5段階評価でパラメーター化した表をもとに見ていきましょう。初動の多さ、持久力、盤面処理力はどれも一級品。やや不安が残る妨害面はお話にあった通り、手札誘発の使い回しやその高い盤面強度である程度の保管はできているため、基本的には展開が通りさえすれば環境テーマと肩を並べるくらいにはハイスペックです。そう、展開が通りさえすれば。マドルチェはよく耳にする展開が通れば強い代表とも言えるテーマで、裏を返せば誘発受けが最悪レベル。展開が一本道なツボ、とにかく手数が少なく、基本的にどんな妨害でももらった瞬間、ゲームエンドにつながりかねないため、これは致命的と言わざるを得ません。これのせいでせっかく高い盤面処理力を有しているにもかかわらず、高校デッキとしての地位を落としているのです。また、その展開力の高さに比例するように、少なくないノイズも抱えている点もマイナス。そのため見た目以上にデッキビルダーの腕が問われるテーマと言えるでしょう。第2章メインモンスターの紹介。2章からはカード単位での解説です。マドルチェはゴーストリック以上に厳格なカーストが存在し、大きく1軍と2軍に分けることができます。3月23日発売のクォーターセンチュリークロニクルサイドプライドで再録された14種が1軍、再録のなかった残り12種が2軍です。とてもわかりやすいですね。型によってはティアの低いテーマカードであっても採用を検討できるゴーストリックと異なり、マドルチェは採用枠がほぼ固定のため、ここでは1軍カードのみに焦点を絞って紹介していきます。各マドルチェカードの役割をカード種別に分かりやすく分類すると、といった感じです。これを頭に入れておくとなんとなく動きを想像しやすいかと思います。まずメインモンスターから。共通効果で自身の破壊時にデッキに戻る強制効果が発動しますが、これは半分おまけです。メインとなるのはサーチやリクルートなどの展開効果。1、マドルチェエンジェリー。名前の由来はエンジェルプラスゼリー。自身をリリースすることでマドルチェモンスターをリクルートできます。このカード自体はボードアドバンテージを稼ぎませんが、同じくリクルート効果を持つマドルチェプティンセスールやマドルチェホットケーキをリクルートすることで盤面を展開していきます。この後に詳しく話しますが、どんな条件下でも展開できる唯一の1枚書道であるため3積み必須です。パジャマトリオ界隈ではランジェリーとかエンジェリーナ・ジョリーとかの愛称で親しまれているらしいです。2、マドルチェプティンセスール。
名前の由来はフランス語で妹を意味するプチスールプラスプディング。墓地にモンスターがいない場合に手札から SS できる効果と、SS 時にレベルを1つ下げてマドルチェをリクルートする効果があります。このリクルート効果の適用後、自分はマドルチェモンスターしか SS できなくなります。多くの場合、リクルート先はお姉ちゃんのマドルチェプリンセスで、同じレベルになったプリンセスとでエクシーズ展開を狙います。1枚書道ではありますが、エンジェリーとは異なりこちらは条件付き。マドルチェには墓地にモンスターがいないことを条件に発動できるカードがいくつかあり、これが手札誘発との噛み合いが悪く、デッキ構築の難しさに拍車をかけます。とはいえ召喚剣を使わないマドルチェ版サーキュラーのような存在であるため、準構築であれば特に妨害貫通のためにも3積みはほぼ必須。次回紹介する春化粧と引きかぶれば SS 条件を無視できますし、逆に墓地にモンスターがいるケースですと、エンジェリーやエンジェリーに触れる苗と霞の春化粧、マドルチェホットケーキも初動になるため、手札誘発が墓地に落ちているかもしれない高校で弱いという限定的なパターンでの理由だけで採用枚数を絞るのはややナンセンスです。3. マドルチェマジョレーヌ。名前の由来は魔女プラスマドレーヌ。召喚反転召喚時にマドルチェモンスターをサーチします。SS には反応しません。基本的には召喚権を介さずに展開できるプティンセスールをサーチすることになりますが、採用枚数は結構分かれます。というのも一番展開が伸びるマジョレーヌではありますが、妨害数が増えるわけではなく、またエンジェリーとの召喚権の喧嘩や展開にプティンセスールを経由する都合、彼女との引きかぶりが強くないなどの理由があります。召喚権を追加するマドルチェサロンとの相性は非常に良く、サロンは展開途中で必ず触ることになるため、ピンで刺しておくと開始のターンの手数が増えて偉い子です。4. マドルチェホットケーキ。名前の由来はフクロウの鳴き声プラスホットケーキ。ランク3マドルチェが不在なのも相まって、1軍唯一のレベル3マドルチェです。墓地にモンスターがいないことを条件に展開できるプティンセスールに対し、こちらは墓地のモンスターを除外することでマドルチェをリクルートします。手札誘発が墓地に超える高校では強いですが、先行では春化粧と引きかぶらない限りは腐りやすいので、多くても2枚まで。最悪 G を空打ちして展開します。5. マドルチェメッセンジェラート。名前の由来はバイク便を意味するメッセンジャープラスジェラート。ノイズその1。獣族マドルチェが場にいる状態で SS すると、マドルチェ魔法穴をサーチできるため、ホットケーキを場に維持しつつこの子を展開していくことになります。名称単一はないです。あってたまるか。基本的に2枚あれば欲しい魔法穴すべてにタッチできます。手引きケアで3枚入れる構築もありますが、最悪サロンにさえ触れていればいいのと、3枚も積むと高確率でセルフハンデスになるため、なるべくは2枚に抑えましょう。6. マドルチェプリンセス。名前の由来はプリンセスプラスプディング。マナーやお稽古があまり好きではなかったり、騎士であるマドルチェシューバリを振り回していたりと、お菓子の国のおてんば姫、ノイズその2。この子を素材にしたエクシーズ展開をしないと、高校でのまくり性能が著しく低下するため、おおむねピン刺しがいた。第3章エクストラモンスターの紹介。次にエクストラのモンスターたち。女王のクイーンマドルチェティアラミスや、教師のティーチャーマドルチェグラスフレなど、マドルチェ王国の中でも上位と思われる存在が属します。主な役割は墓地のマドルチェをデッキに戻すこと。これにより口述の永続魔法やフィールド魔法のトリガーとなります。1. ティーチャーマドルチェグラスフレ。
名前の由来は教師プラスメガネを意味するグラスプラススフレ。エクストラモンスターの場合は名前の頭に役職を示す単語があり、後ろにそのカードの特徴プラススイーツを組み合わせた造語が続きます。効果はフリーチェーンで素材を取り除くことで、マドルチェモンスターにモンスター効果耐性を付与するものと、マドルチェカードが墓地に行った場合にお互いの墓地のカードを合計2枚までデッキに戻すというもの。派手な効果ではありませんが、実はマドルチェデッキにおいて最も重要なカードです。一見墓地にカードが落ちていない方が動きやすそうなマドルチェですが、エンジェリーやグラスフレのように能動的に墓地を肥やせるモンスターの存在が展開途中でかなり大事になります。これについては5章の展開を見ていただければと思います。丸2効果は相手ターンの墓地メタになるほか、マドルチェシャトーと合わせた誘発回収や自分のマドルチェモンスターへのウララやベーラーがケアできたりととにかく器用です。2. クイーンマドルチェティアラミス。名前の由来は女王プラス髪飾りのティアラプラスティラミス。マドルチェ王国を束ねる女王、通称トモエマミ。対象を取らずに相手のカードを2枚デッキバウンスするという最高峰の除去性能を誇る事実上マドルチェのエースモンスター。名称1がありません。高校ではこのカードで相手の盤面を剥がしつつ、永続魔法の効果を誘発させて展開していきます。3. マドルチェプリンセスショコアラモード。名前の由来はショコラプラスプリンアラモード。マドルチェプリンセスの新たな姿、モードともかけていると思われます。マドルチェ版ゴーストリックの打天使で、ランク4以下のマドルチェエクシーズに重ねて出すことができます。プリンセスを素材にしていない場合の効果は、墓地のマドルチェをデッキに戻すだけという淡白なものですが、プリンセスを素材にしている場合はデッキからマドルチェをリクルートできます。案の定この効果には単一がないため、プリンセスを素材にしたグラスフレやティアラミスからこのカードを出し、展開に絡めていくわけです。4. フレッシュマドルチェシスタルト。名前の由来は新人を意味するフレッシュプラスシスタープラスフルーツタルト。展開ではなく墓地にマドルチェモンスターを肥やすために使われるカードのため、基本はピンです。場のマドルチェ魔法罠に破壊耐性や対象耐性を付与したり、また自身にも破壊耐性効果が内蔵されているため、最終盤面に立てておくと盤面強度が大きく増します。第4章魔法罠の紹介。最後に魔法罠の紹介。お菓子の王国で暮らす彼らの日常やそれぞれの関係性なんかが描かれています。ここもゴーストリックと似ていますね。エクシーズモンスターによるデッキサルベージをトリガーにリソースの回収や妨害を構えられるほか、さらなる展開につなげたりします。1. マドルチェシャトー。シャトーはフランス語で城やワイナリーを意味します。マドルチェモンスターの効果で墓地のモンスターが自分のデッキに戻った際にこれを回収できるため、手札誘発の使い回しはもちろん、次ターンの初動及びバーミリオンデクレアラーのコストの確保にもつながります。攻守500のステータスパンプがかなり大きく、グラスフレを盤面に維持しやすくなるほか、キルを取りやすくなります。2. マドルチェサロン。サロンは社交界などを意味します。グラスフレから勉強を教わるプリンセスやプティンセスールの姿が微笑ましい。マドルチェを使い込むほどにわかることですが、準構築においては特に重要となるカード。というのも、マドルチェの最終盤面に最低限必要なのが、グラスフレとサロンだからです。バルニ効果は、墓地のマドルチェが手札デッキに戻った際に、デッキからマドルチェ魔法罠をセットできます。
多くの場合、妨害効果を持つマドルチェプロムナード、これを引けている場合はシャトを持ってくることになるでしょう。グラスフレの墓地バウンスは相手ターンでも使えるため、その効果で妨害効果を使用したプロムナードをデッキに戻して、サロンで再びセットすれば、自分相手ターンで常に何でも向こうを構えた状態にすることができるのです。丸1効果はマドルチェモンスターの召喚権追加。誘発受けの悪いマドルチェにおいては非常に重宝する効果で、誘発貫通のほか G を打たれた際の止まりどころを用意するという意味でも、こと準構築においては優先したいカードです。3、マドルチェチケット。イラストではマドルチェメッセンジェラートがクイーンマドルチェティアラミスから手紙を受け取っている様子が描かれています。サロンのモンスター版とも言える効果では、墓地のマドルチェが手札デッキに戻った際にマドルチェモンスターをサーチ。さらに場に天使族のマドルチェがいる場合、そのまま SS できます。サロンと異なり召喚権の追加はなく、このカードを採用して展開を伸ばしても妨害が増えることはないため、結構ノイズになりやすかったりします。1割型は採用されない印象です。4、マドルチェプロムナード。プロムナードはフランス語で散歩もしくは散歩道を意味します。文字通りプリンセスとプティンセスールが領内をお散歩しているようです。効果は魔法罠の無効にできる無限包容。対応幅がとても広く、自分相手ターンにこのカードを連打できるのがマドルチェのいいところです。基本はピンでも問題ないですが、このカードを素引きしていると展開が止まった場合でも一妨害構えつつ、低ステータスゆえに処理されやすいマドルチェ初動を回収することで、次ターンのトップ解決を回避できるため、余裕があれば2枚刺しておきたいところ。丸2効果はマドルチェ版ゴーストリックショットといったところでしょうか。プリンセスを至るところからエクシーズ素材にし、チョコアラモードによって展開を伸ばすことができます。5、マドルチェナイツ。一軍カードではないですが、諸々の理由から紹介します。イラストではマドルチェたちの人形が描かれており、人形の縫い目にはところどころにほつれが見られます。漢字名にルビが振られているマドルチェはこのカードのみであり、やや異質さを感じさせる一枚です。そのカード名からしてマドルチェという存在は生物ではなく、魔導によって命を吹き込まれた人形という推測ができます。効果は墓地にモンスターがいない場合に相手モンスター効果の発動を無効にできます。個人的にはチケットよりも優先順位の高いカードです。というのも、シャトー、サロン、プロムナードのいずれかを素引きしている場合、このカードを指しておけば、追加でもう1妨害構えることで、少ない妨害を増やすことができるためです。こちらの展開が止まっているケースでは、墓地にモンスターが越えていないことも多いゆえに腐りにくく、展開が通っているならば、グラスフレで墓地のモンスターを空にできるため、発動条件を満たせないということは少ないです。以上が1軍のマドルチカードの紹介でした。ここで紹介した以外にも、可愛らしいイラストや面白いネーミングのカードがたくさんあって、よりマドルチェのことがよくわかるので気になる人は調べてみてね。第5章展開の紹介。マドルチェは展開が一本道で大体の場合は同じルートになるので、3パターンだけ簡単に紹介します。挙動は3種類存在しますが、エンジェリーとマジョレーヌはいずれもプティンセスールを経由するため、今回はプティンセスールを例に解説します。まずは先行での基本展開です。プティンセスールを手札から発動して SS。SS 時デッキからレベルを1つ下げてプティンセスをリクルート。2体でグラスフレをエクシーズ召喚。グラスフレのモンスター効果耐性付与効果を自身に打つことで、プティンセスールを墓地に肥やしておきます。ここで誤ってプリンセスを切ったり、グラスフレの丸2効果を誘発しないように注意してください。重ねてショコアラモードをエクシーズ召喚。ショコアラモードの丸1効果で墓地のプティンセスールをデッキに戻し、
丸2効果でエンジェリーをリクルート。コストにはグラスフレを使用します。エンジェリー書道の場合はここでエンジェリーを挟む必要はないです。エンジェリーをリリースしてホットケーキをリクルート。ホットケーキの効果で墓地からグラスフレを除外し、メッセンジェラートをリクルート。メッセンジェラートの SS 時効果でシャトーをサーチ。シャトーの発動時効果で墓地のマドルチェモンスターがすべてデッキに戻り、再びショコアラモードの丸2効果が誘発、2体目のメッセンジェラートをリクルート。メッセンジェラートの SS 時効果でサロンをサーチし発動。2体のメッセンジェラートで2体目のグラスフレをエクシーズ召喚。ショコアラモードとホットケーキでシスタルトをリンク召喚。墓地にモンスターが送られたことで、ここでようやくグラスフレの丸2効果を発動。プリンセスとホットケーキをデッキに戻します。墓地のカードがデッキに戻ったことで、シャトーとサロンの効果が誘発。デッキからプロムナードをセットしつつ、デッキに戻るモンスターたちを手札に加えます。次に後攻での展開。途中までは先行展開とほとんど同じです。ここから分岐です。2体のメッセンジェラートでティアラミスをエクシーズ召喚。ティアラミスの効果でプリンセスとメッセンジェラートをデッキに戻すことで、相手のカードを2枚デッキバウンス。デッキからプロムナードをセットしつつ、デッキに戻るモンスターたちを手札に加えます。この時点で2体目のショコアラモードを出すことで、8000打点を確保できますが、ヒルを取れない場合、出せるようであれば2体目のティアラミスのエクシーズ召喚を狙ってみましょう。最後にメッセンジェラートを素引きしてしまった場合の展開です。ショコアラモードのリクルート効果はデッキ限定のため、メッセンジェラートを1枚素引きした場合は、メッセンジェラートを2体展開できるショコアラモード展開を経由する意味がなくなります。また、マドルチ魔法罠のいずれかを素引きした場合もこちらの展開を推奨します。理由はショコアラモードがマストカウンターである点、またニビルケアなどができるためです。プティンセスールを手札から発動して SS 時デッキからレベルを1つ下げてエンジェリーをリクルート。エンジェリーをリリースしてホットケーキをリクルート。ホットケーキの効果で墓地からエンジェリーを除外しメッセンジェラートをリクルート。メッセンジェラートの SS 時効果でサロンをサーチ。プティンセスールとメッセンジェラートでグラスフレをエクシーズ召喚。マドルチェ魔法罠を素引きしている場合はここで場に構えておきます。メインフェーズ中にグラスフレの効果を使わず、エンドフェーズに使ってプロムナードをセットします。こうすることで相手がメインフェーズ中にリビルを打ってきた場合でも、グラスフレの効果をチェーンすることでリリースを免れることができます。第6章構築の紹介。長くなりましたが、最後に構築の紹介をして今回は締めくくろうと思います。レシピは動画説明欄から。先ほどもお話ししましたが、次回解説する春化粧を採用しない場合の純マドルチにおけるサロンは最重要カードです。妨害貫通や G ケアなど、マドルチの課題をクリアしつつ最低限の盤面を立ててくれるためです。サロンを引いた残り4から5枚の手札で2体のマドルチェモンスターを引けている確率はそれほど高くはありませんが、サロンはマジョレーヌやプロムナードとも相性が良く、また展開が通る場合でもサロンを素引きしていることでマドルチェナイツを追加で構えられるため、見た目以上に腐りにくいと思います。サロン型の都合、エンジェリーやプティンセスールはもちろん、マジョレーヌも3積み必須。加えて場に他のマドルチェが存在する場合、NS 時にシャトーをサーチできるバトラスクをピンで採用。プティンセスール書道の場合でも召喚権が余りますので、結構いいスパイスになります。その他書道としてスモールワールドを採用。マドルチェはそのステータス上、テーマ内でお互いにアクセスしやすく、展開が通ればコストを確保しつつ、バーミリオンデクレアラーに触れるため、
鼓動にも妨害にもなれる相性のいいカードです。とはいえ展開前に使うにはコストが重いですし、スモールワールドで2対1交換をしたゆえに妨害を貫通できなくなるケースもありますので、対応は慎重に。手札誘発は無限包容よりも使い回せるエフェクトベーラを優先。環境次第では DD クローも採用したいところ。エクストラは戻り値がこの枚数を下回ることがなければ割と何でもいいです。サロンを引けていなかった際の G への回答として、ナンバーズ41、泥酔魔獣バグースカだけは入れておきましょう。今回は戻り値のテーマ解説ということで、役の都合上準構築のみの紹介となってしまいましたが、準構築の場合、やはりサロンを引けていない際の手数の少なさがかなり足を引っ張る印象です。ということで、次回の黒ずきんの目次では、そんなマドルチェのお悩みを解決してくれる頼もしい相方、アルケ小出張の解説とその構築の紹介をしようと思います。